皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは、数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。今回は、数式モデルを作成する際の単位のルールについてお話しします。1式は、酵素反応の基本式であるミカエリス面点式です。本式には、従属変数である反応速度 v と基質濃度 s、独立変数である時間 t、それにパラメータである最大反応速度 Vmax とミカエリス乗数 Km が含まれています。そこで質問です。Km の単位は何でしょうか。また Vmax の単位は何でしょうか。これらの質問は数式モデルでの単位のルールを理解すれば簡単に回答できるようになります。まず前提条件として、基質濃度と反応速度の定義と単位が何かを知っていなければなりません。基質濃度 S は単位体積あたりの物質の量なので、その単位はモルパーメータ3乗です。もちろん、単位体積あたりの物質の量を表していれば、グラムパーメータ3乗、あるいはその他の単位でも構いません。反応速度 V は単位体積、単位時間あたりの物質の変化量なので、その単位はモルパーメータ3乗セックです。モルパーメータ3乗ミニッツ、あるいはグラムパーメータ3乗セックなどの単位でも構いません。次に、式を書き、分かっている変数、パラメータの単位を式に従って書きます。ここで時間の単位は反応速度で使用した時間の単位と同じようにセックとしています。この時点でわからないのは Vmax と Km の単位です。ここで単位のルールを適用します。R1、下方または減方で並ぶ同角の項は同じ単位を持つ。これにより関数式の分母において Km の単位は S の単位と同じであり、モルパーメータ3乗となります。次に Vmax の単位について考えます。次の単位のルールを適用します。R2、単位には乗法と同じ操作が適用できる。これにより分子の S のモルパーメータ3乗と分母の S および Km のモルパーメータ3乗が打ち消し合います。この時、分母の S と Km の単位は同角なので一緒に消えます。これにより右辺の単位でわからないのは最大反応速度の単位のみになります。そこで次の単位のルールを適用します。R3、方程式の左辺と右辺の項は同じ単位を持つ。今 V の単位はモルパーメータ3乗セックです。このルールにより Vmax は V と同じ単位を持つことになり、その単位はモルパーメータ3乗セックとなります。次に2式は阻害剤 I により酵素反応が阻害される時の反応速度式です。本式には新たに阻害剤濃度 I と阻害乗数 Ki が加わっています。それでは問題です。I の単位は何でしょうか。また Ki の単位は何でしょうか。I の単位は簡単です。I は濃度なのでモルパーメータ3乗です。次に Ki について考えましょう。2式において
右辺の分母の第1項と第2項は R1 下方または減方で並ぶ同角の項は同じ単位を持つにより同じ単位を持っていなければなりません。次に第2項において Km は濃度の単位を持っています。このことから1プラス i 割る Ki の項には単位がないことになります。すなわちこの項は無次元です。よってR2 単位には乗法・除法と同じ操作が適用できるにより i の単位を打ち消すには Ki もまた濃度の単位でなければなりません。よって Ki の単位はモルパーメーター3乗となります。結果として2式の単位は次のようになります。次の例はフィックの拡散速の式です。物質の分子が空間に不均一に分布している場合、分子は濃度を均一にするように濃度の高いところから低いところへ向かって移動します。これを拡散と言います。この時、拡散方向に対して垂直な面を単位時間に通り過ぎる物質の量、すなわち拡散速度 n は3式で与えられます。それでは問題です。拡散係数 d の単位は何でしょうか。この答えを得るための前提条件は、物質濃度 c、拡散座標 x、拡散方向に対して垂直な面積 A、拡散速度 n の単位を知っていることです。3式の単位を列挙すると次のようになります。そこで単位のルールを適用し、クエスチョンマークについて単位を整理すると d の単位はメーター2乗パーセクとなります。簡単ですね。結局3式の単位を列挙すると次のようになります。次の例は化学反応速度です。ここに示す微分方程式は右辺の濃度にかかる次数に応じて上から0次反応、1次反応、2次反応、n 次反応に対する速度式です。それでは問題です。反応速度乗数の単位は何でしょうか。これまでに述べた単位のルールを適用すると0次、1次、2次、n 次反応に対する k の単位は次のようになります。速度乗数は反応固有のパラメータですが、実際のところその値は化学反応で時間とともに変化する濃度の実測値にモデル式の計算値が適合するように決定される実験乗数です。厳密に言えば速度乗数は1次反応に対する速度乗数、2次反応に対する速度乗数などと呼ばれるべきです。いずれにせよ速度乗数の単位は反応ごとに異なることを覚えておいてください。ところで5式として与えた一次反応に対する微分方程式を初期条件の下で解くと8式が得られます。この式には指数関数が含まれています。指数部の単位はどのようになっているでしょうか。k の単位は sec-1 乗、t の単位は sec なので指数部の単位は無次元であることがわかります。指数関数だけでなく対数、三角関数においてもそれにかかる式は無次元です。
数式モデルを作成したとき、このような関数の式の単位が無次元でなければ、モデル式が間違っていることになります。次に、前述のミカエリス・メンテン式について考えましょう。その解は旧式のようになります。ここで論とは自然対数を表します。論にかかる式 S0÷S はノード同士の単位の割り算になるので、前述のルール R4 に従い無次元であることがわかります。一方、旧式では樹式のように対数項を分離することができます。この場合、論 S の項、論 S0 の項とも R4 を満たしません。このことは対数項の単位は分離した形で考えてはいけないことを意味しています。もし対数項をまとめた式の単位が無次元でなければ、そのモデル式は間違っているか、あるいは半経験的な式、すなわちシステムの計算値を得るためだけに暫定的に設定された式であるかのどちらかになります。今回の動画では、数式モデリングの基礎、単位のルールについてお話ししました。その内容をまとめます。1、数式モデルの単位のルールは次のようにまとめられる。2、このルールに従えば、数式モデル中の変数、パラメータの単位を求めることができる。今回のお話はこれで終わりです。それでは次の動画まで。ごきげんよう。